元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回はモッド的 DIY 丸ノコ初心者講座として丸ノコの苦手意識を克服しよう、ガイドを使っても曲がってしまう原因と対策について解説したいなと思います。 DIY をやる方の大半の方が丸ノコに対しての苦手意識ってあると思います。でも丸ノコをうまく使うことができるようになればできる作業も増えるし、カットの精度も上がります。この丸ノコに対する苦手意識を克服しようは一つのカテゴリーとして今後も解説動画をアップしていきたいなと思ってます。この解説は私が今まで丸ノコを使ってきた経験や前職の知り合いの大工さんにいろいろ聞いたり学んだりしたことも含めて解説しています。なので自己流な部分もあるので参考の一つとして見ていただければなと思います。DIY 的な丸ノコの使い方としてフリーカットを極めるよりも安全にガイドを使って希望通りにカットするというところにフォーカスした方がいいんじゃないかなと思ってます。その理由は大工さんとか家具職人さんが使う材料っていうのは購入した木を製材し直してまっすぐにして抵抗がない状態の木を使われることの方が多いです。なおかつ毎日使われているので熟練度も非常に上がってます。だからフリーカットでも切れる技術を持つことって作業効率の上ではすごくいいと思います。でも DIY においては購入した材料をそのまま使うことが多いので反り曲がりとかある状態のものをカットするので実は DIY の方が丸ノコカットって危険だったりします。その中で安全にカットするにはガイドは必須アイテムかなと僕は思います。丸ノコを使う上でこういった自作のガイドや市販の丸ノコガイドを使われていることって多いと思います。こういったガイドを使ったとしてもなんでか丸ノコが曲がってしまう、これ意外とよくある現象です。でそれには原因があって、例えば丸ノコガイドと作業台カットする木材をしっかりと固定できていない、あとは丸ノコを持つ時に変な力がかかってまっすぐ運べていない、丸ノコに体重をかけすぎている、そういった原因があります。まず丸ノコカットでまっすぐカットするのにとても重要なのは作業環境を整えることです。例えば動かないしっかりとした作業馬、キックバックが起きづらくてどこでも固定できるこういうカット台とか、こういうカット用の安定した板、一番おすすめなのはこういうベニヤ板よりもウレタンフォームの方がおすすめかなと思います。例えばこういう 2x4 をカット台でカットしようとした時にホームセンターで買う木材ってこういう置いただけでは動いてしまうことがよくあります。節とか硬い部分に当たるとカットする時にグッと持っていかれることがあります。それを防ぐためにも作業馬とカット台を合わせて使う場合はカット台と作業台を固定してカット台と木材を固定する、こうすることによって抵抗があったとしても動かない状態を作れます。丸ノコを動かす時なんですけど、手首とか体重をかけすぎたりすると丸ノコは不安定になってしまいます。なのでスイッチを入れたらスーッと動かすイメージ。ガイドを使った丸ノコカットで一番多いのがガイドを使っているのにどんどん
曲がっていってしまう。せっかくガイドを使っているのに丸ノコがガイドレールから離れて曲がってしまう現象ってあると思います。これ一回曲がってしまうと修正がすごい難しいので、もう一回最初から切り直すことになってしまいます。そうするとこっちの切り落とす側の材料も曲がった状態でカットしちゃうので、再利用する時にはもう一回直角を出し直す必要が出てくるので二度手間になってしまいます。そうならないためには切り始めのところで刃の位置を確認したら、あとは意識を丸ノコの刃からガイドとベースの合わせ、ここだけに集中します。丸ノコがガイドレールから離れていってしまう理由っていうのは、切ってる最中にまっすぐ切れてるかなっていう方に意識がいってしまうので、だんだん意識が向いてる方に刃は動いてしまいます。なので切り始めて意識を持つのはガイドレールとベース、この2つだけです。とにかくここがずれないことに集中します。市販の丸ノコガイドを使う時も同じで、墨線と丸ノコの刃を合わせて位置を決めたら、あとはこのガイドとベース、ここだけに集中してこれをまっすぐ合わせるようにカットしていきます。そうするとこのラインに意識が集中しているので、これからずれることってかなり減っていくので、まっすぐカットすることができます。丸ノコをこれから買おうかなと思われている方に対するアドバイスとして、私が使っているのは 165mm の深切りタイプなんですけど、ウッドデッキを作ったり厚い材料を切る、柱を切るという作業がなければ 165mm はちょっとオーバースペックになります。通常の DIY 家具を作ったりとか小物を作ったりする上では 125mm 最大切れるのが、38mm から 47mm ぐらいのタイプでも全然カバーできるし、その厚さのカットの方が多いと思います。今後私も丸ノコを購入するとしたら 125mm でサイレントモードと囚人モードがついているものがあれば欲しいなと思います。いかがだったでしょうか。丸ノコガイドを使った曲がらない切り方、今回ご紹介した内容はほんの一部の事柄かもしれませんけど、これを実践していただくだけで結構安定して安全にまっすぐカットすることができます。よろしかったら参考にしてみてください。元チャンネルではこのような初心者講座や制作動画、ジグ制作などを配信しています。またモッツ工房では家具制作や雑貨制作などの制作動画を配信しています。もしよろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。